はい、チャンネル主はです。今日も釣り動画なんですけども、今シーズンの春の時期は、シリアゲイカの大当たり年だったこともあって、僕もそちらにばかり夢中になってしまいまして、おかげでシリアゲイカの大量ゲットにも成功してですね、現在もまだ僕の家の冷凍庫の中には、ぎっしりとシリアゲイカが集まっていることもあって、今年はあの企画をやろうかどうか迷ったんですけど、ただやはり、ここ数年は毎年の恒例行事となっていましたので、時期の方は少々遅くなってしまったんですけど、シーズン中に1回くらいは挑戦しておこうかと思ってですね。ということで、今回は通称イカの王様とも呼ばれている超高級イカのアオリイカ狙いで釣りをしていきたいと思います。春の時期は数は出ないものの1年のうちで最も大型の個体が狙いやすい時期とされていて、僕も毎年そちらを狙って釣りをしていたんですけど、今年はもう気づいたら夏となってしまいまして、すっかり出遅れてしまってですね、時の流れというものは早いものですよ。今の時期ですと大型の春イカが狙えるギリギリラストチャンスといったタイミングかと思いますので、なんとかして今年もいいサイズのアオリイカがゲットできるよう頑張ってやっていけたらというところで、あとはせっかくシリアゲイカの身も手元にありますので、最後にはシリアゲイカの身と比較したアオリイカの身の味の感想などもお伝えできたらと思いますので、皆様ぜひとも最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。それで今回の調校予定なんですけど、釣り場の方は例年アオリイカの超過実績が多い千葉県の房総半島の東京湾側に面しているいわゆる内房の釣り場でやっていきたいと思いまして、それで釣り方についてはいつも通りサビキ釣りで釣った小魚の足元での泳がせ釣りですね。僕がよくアオリイカ狙いで釣りに行く釣り場ではこれまで網コマセが使えなかったんですけど、ただここ最近そちらがようやく解禁されてですね、なのでサビキ釣りの方はだいぶやりやすくなったかと思うんですけど、ただもし網コマセを使っても釣果が渋そうでしたら補助的にイカの塩辛も使ってやってみようかというところで、それで泳がせ釣りについてなんですけど、今回はちょっと試してみたい仕掛けがあってですね、これまでアオリイカ狙いの時はこちらのガマカツのお墨付きアオリイカ仕掛けというものを愛用してまして、結構他の釣り系 YouTuber さんも使っている方が多い印象で、僕自身も信頼と実績のある非常に頼もしい仕掛けといった印象を持っているんですけど、ただこちらについてはシンプルに見た目がごついので、実際のところ多くのイカに見切られてしまっているような気もしないでもなくてですね、それでもっといい仕掛けはないか探してみたところ、なかなか良さそうなものを見かけまして、それがこちらなんですけども、はい、こちらはお墨付きアオリイカ仕掛けのクリア天品タイプですね。見ての通り、天秤部分が透明となっていますので、だいぶ見た目のごつさも軽減されてですね、多分こっちの方が見切られにくくて釣れそうな気がするんですよね。まあこちらについては見た目からのなんとなくの僕の印象ですので、今回は実際に使ってみて、この仕掛けが最強だということが証明できたらという感じでですね。それで時間帯についてなんですけど、イカについては一般的には夜行性だとされているかと思うんですけど、ただここ最近の超過情報を見るに、だんだんそちらも怪しく思えてきてですね、まあただ大型のイカほど警戒心が強く夜間に活動すると言われていますので、今回はセオリー通り日没前から夜間にかけて釣りをしていけたらと思いまして、今回もある程度成果が出るまで何日間かやっていきましょう。それではこれから千葉県の房総半島の東京湾側に面している内房の釣り場ですね、行ってまいります。はい、到着しましたね。千葉県の房総半島の東京湾側に面している内房の釣り場です。本日より夏休み期間に入ったこともあって、こちらの堤防もかなり賑わっていてですね、今の時期の休日はどこに行っても混んでるかと思うので、仕方ないっちゃ仕方ないかもしれないですね。それでは早速準備の方始めていきましょう。ここでいったな。釣り場のルールが変わって、おけさをするときは直接はできなくなっちゃったんで、こちらのタオルを使っていきましょう。発散おけも使えなくなったのはちょっと痛いですね。まあただ代わりに編み込むする方が使えるようになったんで、そちらは非常にありがたいですよ。よし、OK。では仕掛けを作っていきましょう。まずはサビキ釣り仕掛けですね。タックルはブルーベイソ 1.5、530センチ。リールはシマノのシエナ C3000 番です。内糸は P ラインの3号ですね。まずはこちらに小型の小バセカゴを結んでいきます。よし、OK。
次、ハイパーパニックスね。細袖3号、ハイス 0.35、ミキリト0.45。非常に切れやすい仕掛けなんで、慎重に剥がしていきます。いやー、怖いな。ほんと、ちょっとしたことですぐ切れちゃうんで、めちゃくちゃ取り扱い注意ですよ。切れないように慎重に外していきます。重りの方はナス型重りの10号です。こちらはスナップに接続していって、よし、仕掛けの方はこんな感じですね。では、こちらの継ぎ場は、コマセの方が回転となったんで、コマセ側に編みコマセを入れていきます。まだ凍ってるな。そのうち溶けますかね。では、投入していきます。いるかな。細場とか連れてくれたら嬉しいんですけどね。お、来た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 。細場かな。イワシか。ウルメイワシ。とりあえず餌には使えそうだな。17時5分。コースサバいないのかな。では今日は PS ポンプを使っていきましょう。さあ、引き当たり続かないな。よし。まずは排水パーツをバッカーに取り付けていきます。風が強いな今日。ではバッテリーを用意して PS ポンプを海に投入していきます。 PS ポンプをバッカーにセットしてバッテリーとつないでいきます。スイッチオンですね。来ないな。壊れたかな。うわぁ、イワシ死んじゃったな。どうしよう。当たりもない。さあ、引きするの当たりもないし、結構やばいっすね。とりあえず死んだ状態で泳がせるだけ泳がせてみますか。では、泳がせ倒すね。タックルはルヴァンイソ 1.5 号530センチ。リールはシマノのアウエスタ BB-C3000 番です。チートはこちらも P ラインの3号ですかね。まずはこちらに中通し重りの3号を通していきます。よし。クッションゴムはいらないかな。省略しますか。それでは本日の仕掛けですね。お墨付き青リーカー仕掛けクリア天秤サイズ M いけるかな。ミシートとこちらの仕掛けを結んでいきます。よし OK。 泳がせすればこちらでやっていきましょう。ではイワシの方が死んじゃったんですけど、こちらをつけていきましょう。これでもいけるかな。背掛けですね。よっしゃ。投入していきます。表層ぐらいですかね。いけるかな。やっぱ仕掛け見切ってるっぽいな。イカの塩辛使うか。北海道仕込みイカ塩辛国産イカ塩、こちらを餌に使いましょう。じゃあ大変だけど塩辛つけていくか。よし。一し取れなかったんですけど、イワシ2匹追加です。結構深い棚にいるっぽいですね。低層にいるっぽい。泳がせよう。じゃあこれ。よっしゃ。イワシか。よっしゃ。投入直後なんですけど、来てるかもしれない。イカかなこれ。でかい。イカだ。ちょっ
来た。タコ。お願いしていいですか。すいません。ありがとうございます。すいません。あ、出てきた。立ってきたな。ギリ1キロあるかどうかっていうところかな。青激化瞬殺。17時55。イワシ強いけどすぐ死んじゃうな。よし。青リスター。はい、ということで、今回のターゲットのアオリイカが速攻で釣れちゃいましたね。一釣り人目線では、ターゲットがすぐに釣れるに越したことはないんですけど、ただ動画投稿者目線だと、このパターンの時は、この先どのような展開にしていくかが非常に難しくてですね、アオリイカについては、そんなに数は出ないというのと、時期の方も終盤ですので、果たして2杯目が上がるかどうか、なんとも言えないところでですね、とりあえず2杯目を目指して継続してみようかといった感じで、引き続き餌に使えそうな小魚を確保してみようかと思ったんですけど、ただ超過の方がウルメイワシしか上がらなくてですね、イワシについては先ほどの実績もあるように、超過の期待値的にはそんなに悪くはなさそうなんですけど、ただ魚辺に弱いと書いて、イワシと読むくらいですので、ちょっとしたことですぐに死んでしまってですね、この日はめちゃくちゃ気温が高かったこともあって、バッカンの中の海水が一瞬でお湯になってしまって、こまめに海水を入れ替えたとしても、次から次へと死んでしまいまして、もうなんだかスペランカーの魚バージョンをやってるような気分になりましたよ。このタイミングで PS ポンプが壊れてしまったのは、めちゃくちゃ痛かったです。おまけに釣り上げて、すぐに釣り餌として使ったとしても、多分数分くらいで死んでしまっているようでですね、せめて他の魚が釣れてくれたらよかったんですけど、釣れないものは仕方がないので、ウルメイワシが釣れるたびに、こまめに新鮮なものと交換していくという、なかなかのパワープレイな作戦でやってみたんですけど、炎天下でこの作業を繰り返すのはめちゃくちゃしんどかったです。やった。よしよし。引きがいいのにつけ直そう。よっしゃ。2杯目いけるかな。イワシすぐ死んじゃうな。お、来たかな。あ、なんで来てるの？あ、来てるっぽい。さっき。中層から低層だな。
はい、現在21時ですね。本日の夕娘は、ウルメイワシがたくさん釣れたんですけど、ただバッグの中に入れて、ちょっとしたら、すべて死んでしまうような状況となっていてですね、残念ながら、池餌の確保に失敗してしまいました。理想は小サバがたくさん釣れて、そちらを泳がせたかったんですけど、もっと早い時間帯から釣りに来ないとダメだったのかもしれないですね。なので、現在は死んでしまったウルメイワシをクーラーの中に入れて保存しておいて、そちらを餌に使っているんですけど、消化が上がるかどうかは何とも言えないところです。そんな中、ウルメイワシでアオリイカの超過が上がったのは、もはや奇跡と言っていいくらいでですね、これも今回導入したガムカツのクリア天品仕掛けのおかげですかね。あとは本日はアオリイカを狙うのに適した潮石の中潮だったというのが大きかったのかもしれないです。いずれにせよ、ラッキーでしたよ。では、今回の兆候なんですけど、一応ターゲットのアオリイカは釣れましたので、もう終わってしまってもいいっちゃいいんですけど、せっかくなので、明日の早朝、再度釣り餌の確保をして、なんとか小サバが釣れないかやってみようかと思ってですね、もし小サバが釣れたら、明日の早朝、再度アオリイカ狙いでやってみて、今回の兆候は終わろうかと思います。それでは、しばらくは何もなさそうではあるんですけど、うまい具合に仮面を取りつつ、夜明けまで待ちましょう。これ多分アオリイカじゃないな。コウイカっぽい。モンゴウイカあたりいるのかもしれないな。ダメ元で合わせてみようかな。モンゴウイカだと多分、この仕掛けじゃ合わせられないと思うんですよね。あ、ついてないか。餌取られちゃったか。はい、ということで、夜間の時間帯は、もうダメ元で死んでしまったウルメイワシを餌につけてやってみたんですけど、ただ意外なことに、思ったよりもイカらしき反応が結構たくさんあってですね、アオリイカについては、基本的には生きてる餌に反応するイカとされていますので、おそらく別の種類のイカなんじゃないかと思うんですけど、釣りをしている地域の超過情報を見た感じ、もしかしたらモンゴウイカあたりがいるのかもしれなくてですね、今シーズンの春の時期の東京湾は、シリアゲイカが好調だったこともあって、そちらの残党が悪さをしているのかもしれないですし、ケンサキイカやヤギイカなどの別のイカの可能性も考えられるんですけど、ただもしモンゴウイカだった場合、まだ釣ったことがない種類のイカですので、今度改めてそちら狙いで調校スケジュールを組んでみるというのも面白そうでですね。今回はアオリイカに特化した泳がせ釣り仕掛けしか持ってきていなかったこともあって、やるとしても一旦自宅に帰って作戦を練り直して体勢を整えてからといったところでですね、それで早朝になったらまたウルメイワシが回ってきましたので、とりあえずそちらを泳がせてみたんですけど、残念ながら追加のアオリイカの超過はなかったです。ウルメイワシなどの弱りやすい魚はアオリイカ狙いの泳がせ釣りの餌として使うには正直あんまり適していなさそうなんですけど、ただ今回死んでいる状態でもイカの反応がそれなりに出たことを考えたら、逆に言うともう割り切って死に餌として使うということを前提で餌にする場合は、もしかしたら他のイカ狙いの結構優秀な釣り餌になり得るのかもしれないです。それでは予定ではここで一晩仮眠をとってまた夕方からやろうかとも考えていたんですけど、ただ今回もうすでにアオリイカの超過が上がっていることもあって、あちらの鮮度が落ちてしまう前に食べきってしまうか、もしくは冷凍しておきたくてですね、ということで今回の兆候は一旦これにて区切ろうかと思いまして、予定変更でこれにて帰ることにしました。暑すぎる。生きてるかな、またイカ。プシプシいってる。生きてる。ナイスナイス。よいしょ。いいかだな。じゃあ閉めちゃおうか。反対側かな。1キロでもないかな。よし、行こうよ。うわよし。よし、行こうよ。お、下が入ったかな。お、しまったっぽい。よかった。一発でいけた。
死者と余裕で1000いけばいい方かな。早くクーラー入れないと無理かっちゃう。全然1キロはなさそうですね。600か。まあ悪くはないですけどね。OK。よし。では帰りましょう。はい、帰ってまいりましたね。ということで、なんとか無事ギリギリセーフで春の大型アオリがシーズンに間に合ったのではないかと思いまして、重さの方が 600g でしたので、果たしてこちらが春イカなのか怪しいところではあるんですけど、ただ秋の進行にしては大きすぎますし、時期の方もまだ早いかと思いますので、こちらは一体何イカなんですかね。今回は釣り上げてからずっとスカリに入れてキープしていましたので、丸一晩絶食したことによってちょっと痩せてしまったという説もあるのかもしれないです。そして今回 PS ポンプが壊れた上に弱りやすい魚でおなじみのイワシしか釣れないというなかなかハードな条件の中、見事にアオリイカを一瞬で仕留めることができたということで、今後はあちらのクリア天秤が僕の中での対アオリイカ用の最強仕掛けと言っていいかもしれないです。ただアオリイカについては僕自身そこまで経験が多くないので、まだまだわからないことだらけでですね、この動画が好評そうでしたら、今年は数釣りが期待できるとされている秋の新子の時期に再度アオリイカ狙いでやってみることも検討できたらと思いますので、アオリイカが好きな方はぜひ動画の高評価ボタンと、そしてハイプの方もしていただいて応援していただけたら嬉しいです。それでは今日の動画はこの辺で、もしよければチャンネル登録と X フォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。よし、では食べましょうか。今日も命に感謝していただきます。ではまずはこれからいきますか。こちらは前回の動画で釣り上げたソーダガツオの丸ソーダの実を冷凍して保存しておいたものなんですけど、今回は5面真空パネルのハイスペックなクーラーボックスでガチガチに冷やして持って帰ってきたからか、これまでよりも断然美味しく感じてですね、丸ソーダという魚の認識を改めなければいけないかもしれないですね。いやー、今日も美味しそうだな。では醤油かけていって、それではいただきます。うまい。本当想定以上に美味しすぎて調子に乗って毎日食べてたら、気づいたら在庫の方がかなり減っちゃってですね、これは今シーズンもう1回くらい在庫を補充しにソーダガツオ釣りに行かないとですかね。それと前回の動画の最後の方でハイプについてお話ししてみたところ、たくさんの視聴者さんがハイプをしてくださってびっくりしてですね、僕にもこんなに応援してくださっている方がたくさんいるんだと実感してとても嬉しかったです。ありがとうございます。ぜひ今後もたくさんハイプをしていただけたらとても助かります。では次に、いいから早くこちらに触れろという視聴者さんからの声が聞こえてきそうですので、次はこちらをいっちゃいますか。ものすごく邪悪な盛り付け方をしたアオリイカのイカスミパスタです。イカスミパスタのレシピを調べていたら、こちらの盛り付け方が出てきたので試しに真似してみたんですけど、面白いことを考える人もいるものですね。まさに今の時代に合った盛り付け方なのかもしれないです。ではちょっともったいないですけど、黄身の方を崩していってパスタとよく絡めていきましょう。見た目はものすごくえぐいんですけど、果たして味の方はどうでしょうか。ではいただきます。うまいっすね。アオリイカのイカスミによってパスタ全体に旨味成分が広がったのではないかと思いまして、味に深みのようなものを感じますよ。卵の黄身もいいアクセントになっていて、なかなかいい感じです。それでは最後にこちらなんですけども、左側が以前釣り上げたシリアキイカで、右側が今回釣り上げたアオリイカですね。アオリイカについてはそうポンポン釣れるイカではないので、もう味の方はほとんど忘れてしまっていてですね、せっかくなのでシリアキイカの身と比較して感想をお話しできたらというところで、まずはシリアキイカからいってみますか。シリアキイカも定期的に食べていることもあって、在庫の方が残り3分の1くらいになってしまってですね、釣り上げた直後はあんなにたくさんあったのにだいぶ寂しくなってしまいましたよ。ではシリアキイカを醤油につけていって、わさびもちょっと乗せて、今日も美味しそうですね。ではシリアキイカいただきます。美味しいですね。適切に下処理をすればシリアキイカも十分美味しいイカですので、これだけでご飯が何杯でもいけちゃいそうです。僕としてはこの味で全然満足できますので、アオリイカの味を忘れてしまった今となっては超高級イカだとかイカの王様だとか言ってちょっと大げさなんじゃないかと思いかけてきているんですけど、アオリイカはどんな感じでしたっけ。アオリイカを食べるのも1年ぶりになるんですけど、ではアオリイカいただきます。めっちゃくちゃうまいっすね。先ほどはアオリイカ先生に大変失礼な発言をしてしまい申し訳ありませんでした。やはり値段が高いのにはそれに見合った理由があるということで、
たった一口でそちらを思い知らされましたよ。白焼きイカはもちもちとした食感で、これはこれで悪くはないんですけど、青イカは若干もちもちとしつつも圧倒的に身が柔らかいですね。そして何より旨味と甘みが段違いでですね、さすが超高級イカやイカの王様などと呼ばれるだけありますよ。素材の良さという点においては青イカの圧勝と言わざるを得ないです。ただそちらも一長一短かと思いまして、例えば僕の大好きなイカ明太などのアレンジを加えるのだったら、白焼きイカなら何の躊躇もなく遠慮なく加えられるんですけど、ただ青イカだったらやはり素材の良さを味わいたいので、そんなもったいないことはできないかと思いますので、どちらも適した美味しい食べ方があるということで、それでいいような気もします。ということで、即席で白焼きイカのイカ明太を作っちゃいましょう。ご飯の上に乗せていって、こちらに明太子も豪快に乗せちゃいます。いい感じですね。こちらにちょっとだけ醤油を加えていって、僕の中では白焼きイカはこの姿が真骨頂かもしれないです。ではこちらを書き込んでいただいちゃいましょう。最高っすね。普段高級なものを食べ慣れていない僕からしたら、結局はこういうのが一番いいんですよ。ただ今日に限ってはこちらと一緒に青リイカの高級感あふれる身に酔いしれたいところですかね。よいしょ。ではお疲れ様です。たまんないですね。青リイカをおつまみにしてキンキンに冷えたビールが飲めて、今日はもう大満足ですよ。うん。